空中ブランコすごかったね。ハラハラしたよ。夢でも見てたみたいだ。楽しくないかい？そうですね。人がブラブラとぶら下がっているのを見ても危ないと思いこそすれ楽しいとは思いません。さあ続きまして登場するのはクラウンたち。バーまさかこんな目の前に出てくるなんて思わなかったわ。何か君の笑顔を見たのは久しぶりだと思ってね。そうだ、いいことを思いついたよ。この貴重な素晴らしい今日という日を忘れないようにあることをするのさ。映画面白かったね。あれサーカスのシーンはスタントなしでやってるんでしょ？マジすげえ。あのシーンは臨場感が違ったな。衣装も良かった。俺が一番いいと思ったのはね、あの大きな三角。あの映画見て一番の感想がサーカステントか。僕は観客の恋人たちのエピソードが好きだな。素敵な二人だった。ああ、街角で出会った2人がサーカスのクラウンに引き合わされるっていうのロマンチックだったね。だよね。ああいう運命的な恋って憧れちゃうな。現実にはあんな偶然は起こらないと思うけどね。でもこの前天馬くんが出てた恋愛映画は実話を元にしたお話でしょ。案外映画みたいなことも起こるかも。ああ、あれは映画用に脚色を加えたらしいぞ。そうなんだ。ほらね。まあでも本当にあったらいいよね。うんうん。俺も雲まで届くような大きい三角があったらいいなーって思う。三角と運命的な恋は全然違う話だろ。若いっていいね。映画みたいな恋愛か。王宮ならそんな恋愛もありそうですね。出世のための不倫恋愛というのは実際にあったな。衛兵が身分ある婦人をたぶらかして大問題になった。恋敵を蹴落とすために人を雇ってスキャンダルをでっち上げたり、映画にするには弱いか。十分劇的だ。泥沼すぎ。しかし咲坂が憧れるような恋愛とは違うだろう。もっとロマンチックなのがいいですね。ふむ、映画のような恋か。私の祖父と祖母は大恋愛の末の結婚だったと聞くよ。祖父には親に決められた許嫁もいたが、周囲の反対を押し切って当時新進気鋭の俳人だった祖母を選んだらしい。もしかしたらムク君が思い描くようなロマンチックな物語があったのかもしれないね。本当ですか？詳しく聞かせてください。と言われても、おじい様は幼い頃に亡くなってしまってね。おばあ様に尋ねたところで話してはくれないだろうし。おや、また時計が狂ってしまったようだ。またか。そろそろ諦めたらどうだ？直せるうちは直しておきたいんだよ。頼めるかね？まあいいけどな。
噂をすればなんとやら珍しく実家からだよ。もしもし。なんだって？今日は中華か。この三角、おいしいね。小籠包でしょ。エビシューマイも美味しいです。味がしっかり染みててエビもプリプリですね。餃子もうまい。これなら20個は軽いね。他のやつが食べる分もちゃんと残しとけよ。食後にはごま団子もあるからな。やったこの春巻きパリッとよく揚がってるな。揚げ物は難しいんだがさすがだ。後でコツを教えますね。頼む。紹興酒出してこようかな。いいですね。付き合う？俺も飲みたいです。あれ、アリスさんは？実家に帰ってる。おばあさんが倒れたんだって。そうなんですか。大丈夫かな。ただ久しぶりに顔出しに帰るって言ってたぞ。そうか、それならよかったな。そういえばカズくんもいないね。展示会用の制作が大詰めでこもってる。夜までにはできるって言ってたけどまだ来ないね。時間がかかってるのかもな。後でおにぎり作って持ってってあげよう。それいいね。そういえばムク君、あの映画どうだった？あ、すごく良かったよ。今日夏組のみんなで映画を見に行ったんです。俺その映画の原作の戯曲を読んだことがあったので気になってて。サーカスのシーンは見応えがあった。そうなんだ。じゃあ俺も見に行ってみようかな。俺も気になってたから一緒に行かない？じゃあ次の日曜日に。それ俺も行っていい？あ、カズくん。制作優先して行かなかったんだよね。完成したの？まあ一応ね。一応？煮え切らないな。今度の作品は展示会で販売もするからさ、ちゃんと金額に値するものにしたかったんだけど、なんかいまいちパッとしないっていうか、本当にそれだけの価値があるのか考えると分かんなくなっちゃってさ。今までお金のこと考えながら作品作ったりしなかったし、これでいいのかなとか迷っちゃって。せっかくみんなと遊びに行くのも我慢して仕上げにかかったのにな。それはもちろん。だったらそれで十分だろ。まあそれはそうなんだけどさ。映画でも見て気持ち切り替えたら？リフレッシュして次はもっといい絵を描いたらいいんじゃないかな。カズ、映画に大きな三角が出てくるからそれ見て元気出して。ありがとう。あ、そうだ。
週末台風が来るみたいだから早めに行った方がいいよ。そういえばニュースで台風の進路がどうとか言ってたね。じゃあ平日に行きましょうか。誉様、お茶の支度が整いましたが、どちらで召し上がりますか？おばあ様のお部屋で。今お部屋にいらっしゃいませんが。いない？ではどこに？おそらくあそこかと。ここは君の好きにしていいよ。君も書斎が必要だろう。俳句など歩きながらでも作れます。このような大層な書斎は必要ありません。最近こそこそと何を作らせているのかと思えば。喜んでくれると思ったんだが、君は人の集まるパーティーもお茶会もあまり好きではないだろう。一人になれる場所も必要かと思ったのだよ。作ってしまったものは仕方がありませんね。使わせていただきます。何をこう、窓際にマホガニーのデスクはどうかな。パリからシェルフを取り寄せて好きなだけ本を並べよう。君の好きなバラをあそこに置いてもいい。いいえ、あの絵とあなたとお茶をするテーブルセット一つだけでいいわ。そうかい。では君の言う通りにしよう。おばあ様、お茶はいかがですか？いただきます。いつも思うのですが、ここは殺風景すぎますね。もう少しインテリアを増やしてはいかがですか？おばあ様、近々この離れを補強工事する予定です。古い建物だから台風が来るたびに吹き飛ばされないかヒヤヒヤしていたの。また大きな台風が近づいているようですし、内装は誉れに任せます。好きになさい。はい、おばあ様に気に入っていただけるような重みのある落ち着く空間にいたしましょう。一つだけ、この絵はこのままここに置いてちょうだい。ああ、ずっとここに飾られていますね。私の宝物です。おばあ様、意外そうな顔ね。あ、いえ、何という名前の画家ですか？そんな大層なものではありません。だから額にも入れていないでしょ。では一体。そういえばあの懐中時計はまだ動いているの？ええ、もちろん優秀な修理屋に見てもらっていますから。アリス川はいるか？今日は実家に泊まるって。じゃあこれアリス川に渡しといてくれ。懐中時計治ったの？一応な。ただ部品の摩耗が激しくてまたすぐ壊れるだろう。もう部品の替えもないしそろそろ寿命かもしれない。慎重に扱えよ。衝撃を与えると余計に寿命が縮まる。分かった。アリス川のおばあさんの具合は？いや、その懐中時計の中にメッセージがあったの。機械仕掛けの君に愛を込めて栄えっていう。
あれ見るたびになんとなくアリス川のおじいさんとおばあさんのことを思い出してな。ちょっと気になっただけだ。アリスにライムでもして聞いてみたら？わざわざ俺が？おかしいだろ。誰でも大事な家族のことを心配してもらえるのは嬉しい。そうか。そうかもな。懐中時計持ったまま寝るな。落とすだろ。ったく、珍しくまともなことを言ったかと思えば。全体的に色彩がサイケでよかったな。世界観も独特で面白かったね。俺サーカスって見たことなかったから本で読んだ時に想像しきれなかったんですけど、映画で見たらすごいなって思いました。まるで非現実の夢の中に引き込まれるみたいで、お客さんが夢中になって楽しんでる姿を見てるとサーカスっていいなって思いました。スミーがサーカスでバイトしたことあるらしいよ。え、そうなんですか？いいなあ、俺もやってみたいです。でもみすみさんくらい運動神経が良くないと無理ですよね。パフォーマンスする方じゃなくても裏方の仕事とかあるんじゃないかな。クラウンだったらそこまで運動神経は求められないかもよ。スミーに聞いてみなよ。そうですね、そうします。うわ、ロールスライスじゃん。あれが俺初めて見ました。高級車だね。おや、みんな揃ってお出かけかい？みんなで映画を見に行ってきたんです。なるほど。そうだ、和成くん、一つ相談があるのだが。相談？実は実家の離れを改装することになってね、そこに絵を飾りたいのだよ。離れを気に入っているおばあ様のために一枚描いてくれないかね。俺が？俺なんかよりもっと有名な画家の絵の方がいいんじゃない？いや、おばあ様はあまりそういったことにこだわらない人なのだよ。それに君は今は無名でもいずれ著名な画家の一人に数えられるはずだ。アリリン、そんな将来有望な君の絵と私のポエムでコラボしようではないか。コラボ？いいね、楽しそう。想像つかないですけど、誉さんのおばあさんなら喜んでくれるかもしれませんね。飾るところのイメージつかみたいからさ、今度アリリンの実家の離れを見に行ってもいい？もちろんだとも。今夜は風が強いな。台風の進路直撃みたいだよ。明日は外出しない方が良さそうだな。俺からいいっすか。今回は書きかけのプロット持ってきたんで、何か使えそうなものがないか見てみてください。結構いろいろあるんだな。この動物たちの宴って
斬新だね。それはそれでいつもと違った技術が必要そうですね。やりがいはあるかもしれません。あいや、着ぐるみの技術って必要か？こっちの天狗者もいつもと違った雰囲気で面白そうです。確かに今までにないね。これ全員お面かぶってやるのか？あざみが喧嘩売ってんのかって切れそう。お面にメイクしてもらえばいいんじゃないかな。そういう問題か？アイデアレベルだと実現できるかどうかまでは考えてないんで、結構いろいろあるんすよね。一番プロットが出来上がってるのはこのサーカスのやつですね。わあ、素敵なお話ですね。俺ちょうどこの間サーカスが題材の映画を見て、サーカスってすごく夢があっていいなと思って。それなら咲夜がやるか？いいんですか？登場人物から考えるとクラウンとかブランコ乗りが咲夜にはまりそうだな。あ、実はやってほしい人が。なんだ？停電かな？今スマホのライトつける。いた。誰だ？ごめん、俺ぶつかっちゃったみたいで。動くなって、今明かりつけるから。いって。で、今度はなんだ？それ俺の足だって。天馬くん、落ち着いて。驚かせるな。天馬くん、なんで壁に顔を押し付けてるの？何、間違えただけだ。俺ブレーカー見てきます。俺も一緒に行くよ。あ、それなら俺も。お前はやめとけ。随分と静かになったな。無事に台風は通り過ぎたようだ。少し早く目が覚めてしまった。また狂ってしまったか。タスク君に直してもらったばかりだというのに、そう頻繁に頼むのも忍びない。しばらくはこのままにしておくとしよう。文豪住んでそう。エモすぎ。インスタ上げていい？構わないよ。インテリアも凝ってるし、めっちゃありりん。そうかね。さあ、離れはこっちだよ。これは。中を確認しなくては。あら、帰ってきてたの？おばあ様、こんなところにいては危険です。大丈夫ですよ。少し汚れただけだから。エゴ。ちょうど
雨が当たるところにあったみたいね。すぐに修復させましょいいえ、必要ありません。額に入れていなかった私の落ち度です。う。でも宝物だと。物はいつか壊れます。それが今だっただけ。そんなことはありません。壊れてもこの懐中時計みたいに直すことが。もう止まっているわ。そんな、今まではクルーだけだったのに。元には戻らないの。その時計もこの絵も。改修工事までここはこのままにしておきましょう。誉れも立ち入らないように。ちょっと待って。ん？その絵の修復、俺に任せてもらえない？俺も絵描きだし、そのまま諦められちゃうのは描いた人もかわいそうかなって。その絵を描いた人だってきっと何かを思って描いたんだろうし、それがわからなくなっちゃうなんて寂しいじゃん。好きになさい。アリリン、勝手にごめん。いや、ありがとう勝成君。私もそう思うよ。じゃあ頑張っちゃうよ。この絵の元の状態がわかる写真もらっていい？元の状態。いや、屋敷のものが誰か持っているはずだ。探させよう。アリリン、絵乾いたよ。写真あった？それがどうも一枚も見つからないらしいのだ。よし、私が記憶で書こう。あ、じゃあさ、試しにラフを書いてみたら？確かここがこうでこんな風な絵だったよ。これ何の絵だろう？それは私にもわからないが、とにかくこういう絵だったことは間違いないよ。かなり個性的だから完璧に模写するのは難しいかも。そうなのか。ただいま。お邪魔します。俺、監督さん、アリスさん。この間見た映画のコミカライズ版が出たので本屋で買ってきたんです。へえ、そうなんだ。その絵どうしたんですか？そうだったんですか。なんとか修復できるといいんだけど。しかしおばあ様は大切な絵だというのにあまり修復に乗り気ではなくてね。元の絵の情報についても教えてくれるかどうか。困ったね。どうしよう。なぜおばあ様は修復を渋るのだろうか。そもそもその絵はどうして誉さんのおばあさんにとって大切なものなんでしょう？
すごく気に入ってた絵なんでしょうか？なぜだろうか。そういえば理由は聞いたことがなかったな。宝物ってそうそう見つかるものじゃないと思うんです。俺も大切なものはたくさんこの劇団でできたけど、宝物って言われると簡単には選べません。だからただ気に入っていただけじゃない理由があるんじゃないでしょうか。理由か。例えばおじいさんと関係してるとか。おじいさんとおばあさんは大恋愛の末の結婚だったんですよね。その可能性はあるかもしれん。ただおじいさまとの記憶はあまり多くないのだよ。覚えているのはおじいさまとおじいさま？誉れか。どうかしたのかい？お茶の準備ができたとおばあさまが。ありがとう。すぐに行こう。懐中時計また壊れたのですか？ああ、でももう治ったよ。最近は部品も少なくなってきて扱いが難しくなってきた。私の目も遠くなってきたし、この時計も私も年かな。もう30年以上か。あの絵が描かれたのもちょうどこの時計を買ったのと同じ頃なのだよ。あの絵はおばあさまとの大切な思い出なんだ。そうだ、おばあさまとの大切な思い出。そう言っていた。肝心の何が書かれていたかは聞かなかったが、もしかしたらこの絵にもおじいさまのメッセージがあるかもしれない。あ、裏に何か書いてあるよ。おせっかいなあなたに愛を込めて、宮子っておばあさんの名前？アリリンのおばあちゃんがおじいちゃんにあげたってことかな。てっきりおじいさまの贈り物だと思ったのだが、もしかしたら宝物ってその絵のことじゃないのかも。どういう意味かね。おじいさんは大切な思い出って言ってたんですよね。だからきっとその絵には2人の大切な思い出が詰まってて、その思い出のことを宝物って言ったんじゃないでしょうか。ものではなく思い出。そうか。私はまた人の気持ちを分かっていなかったのか。俺も余計なことしちゃったかな。そうだな。そうしよう。おばあさま。あら、その絵もう治ったの？いえ。おばあさまにとって大切だったのは絵そのものではなく、絵にまつわる思い出だったのですね。修復なんて見当違いなことを言ってすみません。咲夜くんとムクくんのおかげで大切なものはものじゃないと気づきました。
そこのお二人のことね。いいえ、俺は何も。僕も大したことはしてません。そう、あなたたちは詩人と画家なのに少し頭が固いようね。まあ私も人のことは言えないけれど。この絵はおばあ様がおじい様にプレゼントされた絵なのですか？ええ。宮子さん、こっちに来てくれないか。どうかしたのですか？ほら、どうだい？これは画材だよ。それは見ればわかります。誰が使うのですか？私と君さ。私は俳人で絵画は一切たしなんでおりません。私も同じだよ。今日の楽しかった思い出を忘れないように書き残しておこうと思うんだ。写真でも撮ってはいかがですか？それでは味気ないだろう。それに写真はその心の内までは残せない。私は今この胸の内の紅葉を残しておきたいのだよ。それならば俳句で十分事足ります。俳句では君に分がありすぎるだろう。これは何かの勝負なのですか？そうではないが、二人で試行錯誤する楽しみがあると思うよ。はあ、わかりました。ありがとう。うん。絵画については私も君も同じ力量だね。こんな絵、人には見せられませんね。そんなことないよ。この熊は実によく描けてる。象です。そう言われてみればそうだね。何枚か練習すればもっと上手くなるよ。はあ。このくらいでもうよろしいのでは？うん。私はこの絵が一番好きだな。ピエロだろ？ええ、よくわかりましたね。当然だろう。そしてこれは象だ。サーカステントです。よく見たらそうだね。うん、実にいい。これをもらっても構わないかな。こんな下手くそな絵のどこがいいのかわかりません。君のめったに見られない笑顔がここにはこもっている気がするのだよ。はあ、わかりました。では今日のお礼に差し上げます。皮肉のつもりであんなメッセージを残したのに、あの人は絵のお返しに懐中時計をくれました。そうだったのですか。この絵を一緒に描いて喜んでくれたあの人との思い出が私にとっては大切な宝物だったのです。あんな下手くそな絵に価値はない、そう思っていたけれど、あなたの言う通りね。この絵に込められた思いがあった。それは簡単には捨てられないものだわ。諦めないと言ってくれてありがとう。この絵は修復せずにそのまま持っておきます。こんな状態になっても大切なものに変わりはないから。修復して人の手が入るよりもきっとこのままの方がいいわ。そっか、わかった。きれいに乾かしてくれてありがとう。あなたの絵
今度見せてちょうだい。もちろん。失礼いたします、誉様。どうしたのだ？絵の写真が見つかりました。本当か？リフォーム業者が参考に撮っていた写真に写っておりました。ほら、私が描いた絵にそっくりだろう？ほんとだ、アリリンすごいじゃん。君たちのおかげでおばあ様の気持ちを知ることができた。ありがとう。そんな、誉さんがおばあさんのことを大切に思う気持ちが伝わったんですよ。アリスさんはおばあさん思いですね。いや、私はまた人の気持ちというものが分かっていなかった。つくづく難しいものだな。私もまだまだのようだ。そんなのアリリンだけじゃないって。俺だって一緒一緒。ふむ、ユキ君が言うところのコミュ力高尾の和成君ですらそうなのか。そうそう。でも分かんなくてもさ、ちゃんと相手のこと考えていっぱい話せば大丈夫。そうか、そうだな。結局リフォームの話はどうするんですか？あそこはあのままにすることにするよ。殺風景だが、あそこにはおじいさまとおばあさまの思い出が詰まっている。そのままにしておくのがきっと一番おばあさまにとって嬉しいことだと思うのだ。おじいさまの葬式でも涙を流さず毅然と前を向いているおばあさまを見て、ずっと強くて冷たい人だと思っていた。でもきっとそうではなかったのだろうな。おじいさまが亡くなった時はもちろん、あの絵が台無しになってしまった時も悲しんでおられたはずだ。台風をなかったことにするなんて芸当はできないが、何かおばあさまを笑顔にすることができたらいいのだが。おばあさんがとびっきりの笑顔になれるような新しい思い出が作れるといいよね。あ何かね？ありますよ。おばあさんを笑顔にするとっておきの方法。ウイスキーなんて珍しいな。たまにはね。雪城さん、本当にいろんなお酒知ってますよね。知りたいならいろいろ教えてあげるよ。ありがとうございます。最初に東さんを基準にすると間違いなく飲みすぎるから気をつけろよ。規格外だと思った方がいい。なんだかひどい言われようだな。ただいまー。ただいま帰ったよ。おかえり。おかえりっす。ちょうどよかった、つづるくん。私をサーカス団に入れてくれないかね。団員は揃っているよ。はいはーい。はい。僕も入りたいです。ああ、なるほどっす。
市場を挟んで申し訳ないが、大事な人にサーカスの思い出をプレゼントしたいのだ。もともとサーカスネタはアリス川さん発案じゃないですか。そういえばそうだったね。もしかしたら頭のどこかにあの絵があったのだろうか。主役のジョージはアリス川さんをイメージしたんです。俺の方からもぜひお願いします。それに大切な人に公演を送りたいっていう気持ちは俺にもわかりますから。ありがとう。うまくメンバーが決まったみたいだな。次のミックス公演もいいショーになりそうだね。ああ、アリス川のサーカスか。楽しみだ。君が三好和成君？はい。この絵は水の表現がポイントなの？はい。この陰影で水面の揺らぎを表現しています。流れと立体感を出すのに苦労しました。なるほど。これ買えるんだよね？え？まあ。じゃあいただこう。え？これでいいんですか？素敵な絵だと思うよ。ありがとうございます。あちらで手続きを。うん、これからも頑張って。はい。納得していないようだね。アリリン、来てくれたんだ。この絵は満足のいく出来ではなかったのかな？満足してないってわけじゃないんだけど、金額分の価値があるかどうかって考えるとわからなくて。今まではお金のことなんて考えずに描いてたから、なんかモヤモヤしちゃうんだよね。あのお客さんにとってそれだけの価値のある絵になってるのかなって。君にとってその金額分の価値があるかは別として、あの客にとってはそれだけの価値があったということだろう。絵も詩もその価値は見たもの聞いたもの一人一人が決めるものだ。同じ作るものとして君の気持ちはわかる。しかし受け取り手の決める価値は残酷なほどに作者の思惑などを構いなしだ。いい意味でも悪い意味でもね。だから価値など考えず、君が納得する絵を描き続けたらいい。しかし納得できない絵に後ろめたさを感じる必要もない。だって君もこの絵に何か思いを込めて描いたのだろう。それな。さすがアリリン。ところでここはポストカードは置いていないのかい？大事な人に送りたいんだが。できればサーカスの絵がいいな。そういうことなら特別にオーダーメイドしちゃうよ。奥様、招待状が届いております。招待状？アモーレ、メモリー、つつがなくエターナル。おせっかいな子ね。あの人にそっくり。今晩出かけます。車を出してちょうだい。かしこまりました。ああ、秘めたる熱気に空気が震える。今こそ劇場の芯に火が宿るのだ。何かね？私はいつも通り詩を読んでいるだけだよ。俺初めて誉さんの詩の意味が分かりました。僕も開演前の劇場の様子が伝わってきて素敵です。ヤバタン、アリリンの新境地？
衣装のボタンを掛け違えていたようだ。緊張などしていないよ。少しばかりいつもよりも動悸が激しく挙動が不審になっているだけだ。アリリンが緊張なんて珍しいね。今日は何かあるんですか？何もないとも。いつも通り変わらない平々凡々な公演日だよ。もしかしておばあさんが来るからですか？何を言うのかね。おばあさんなら毎公演何人も来ているだろう。ほら、あそこにもここにもそこにも頭の上にも。そんなところにはいないですよ。アリリン、リラックス。ほら、エンジンしようむ。サーカスだからさ、みんなで片手上げてサーカステント作って。芸術的で実にいいね。でしょ？掛け声は団長お願いします。それではお客さんの笑顔のためにルミナスサーカス団開演。おーおー行きましょう。行ってくるよ監督くん。やあやあ諸君、今夜のショーの準備は万全かね？そんなわけないでしょ団長。見てくださいよ、このブランコ。手すりが取れてぶら下がれませんよ。問題ないよ。ロープにぶら下がればいい。そうだな、演目名はジャングルのターザンショーで決まりだ。俺はブランコ乗りです、ターザンじゃない。というか猛獣が一匹もいないのにどうやってショーをやれって言うんですか？それなら僕にいい考えがある。これを使うんだ。着ぐるみ？ティム、君はゾウをやれ。ウィルはライオンだ。こんな子供騙しでお客さんが納得するはずがないでしょ。ジョージ、大玉も割れてしまって玉乗りができないよ。ではウィル、君が大玉役だ。いい加減にしてください。パオーン。カルル引っ込め。金返せ。まったく客をバカにするにも程があるぞ。二度と来ないからな。お待ちくださいお客様。この後間もなくビッグなゲストが。もう帰る。もっとうなり声を上げればよかったかな。そういう問題じゃないと思う。元気を出したまえ。ビッグなゲストが到着すればお客だってたくさん入る。そうすればブランコだって直せるし、猛獣だって連れ戻せる。そのビッグなゲストっていうのはいつ来るんですか？出演交渉からもう随分経ってますよね。すぐに来るはずだよ。出演料だってもう払ってあるんだ。そもそもテレビ番組やショーに引っ張りだこの超有名人がこんな小さなサーカス団のショーに出てくれるのかな。もし
しかして騙されたんじゃないですか？そんなまさか。あるもの全て売りに出してお金を作ったのに騙されたなんて、この先どうするんですか？ショーもできない、お金もないじゃん、もう終わりじゃないですか。諸君、落ち着きたまえ。ゲストなら明日にも到着するさ。今日はもう遅い。夕食を食べて明日に備えて休もう。ジョージ、食事をするお金もないよ。何を言ってるのかね。今日のチケット代が入ったはず。返金請求が殺到したからね。全部パーだ。そんな。諸君、案ずることはない。それなら僕に考えがある。次の方どうぞ。皆様に神のご加護がありますように。団長の考えって修道院の炊き出しのこと？今日の夕飯は芋のスープ一杯か。おそらく明日も。明日はゲストのおかげでごちそうが食べられるはずさ。今日はこれで胃を休めておこう。団長のその前向きさは一体どこから来るんですか？羨ましいです。おや？赤ん坊？なんでこんなところに？捨て子みたいだね。こんなところにいたら冷えてしまうよ。急いで中に運ぼう。お腹空いてるのかな？お尻が気持ち悪いとか？よしよし。母親を探した方がいいんじゃない？無駄だよ。あんなところに置いていく母親なんて、また別のところに置き去りにするのが関の山だ。じゃあどうするんですか？孤児院に預けるしかないんじゃないかな。あそこの修道院は孤児院もやってるらしいし。見たまえ、笑ったよ。寒かっただけなのかな。この子には綱渡りを教えよう。この顔は綱渡りが得意な顔だよ。どんな顔ですか？そもそもうちには赤ん坊を養う余裕はないよ。ミルク代すらないんだから。そうですよ、自分たちだって食べていけないのに。案ずることはない。明日ゲストが見つかれば赤ん坊の1人や2人50人でもなんとかなるさ。ジョージ、ゲストが本当に来るかなんてまだわからないよ。その子を飢え死にさせるつもりかい？しかしよしよし、かわいいな。この子レオの赤ん坊の頃に似てるよ。ライオンの子供と一緒にするなよ。ほら、こんな時間にまた外に出るのもかわいそうだし、今日くらいは置いてあげようではないか。ミルクを買うお金は？それはそうだ、このステッキを七に入れればいい。ジョージ、それは君が団長になった時にもらった大事なものだろ。なに、すぐに取り戻せるさ。よしよし。団長、
大変です。どうしたのかね。もしやゲストが到着。ライオンがレオが戻ってきたんです。何？いや、戻ってきたというより正しくは着ぐるみがライオンになったんだ。そう思いますよ。それにブランコや玉乗りの大玉、道具が全部治ってるんです。奇跡だ。なんだって。ちなみにゲストは全く来る気配がない。おかしいな。そろそろ来るはずなのに。もうそんなことはどうでもいいですよ。そうですよ。これならショーができる。開演の準備をしましょう。さて最初に登場するのは空中を華麗に舞うブランコ乗りのウィルです。はっ。おお。トウ。すごい。あんな高いところで一回転したぞ。まるで羽でも生えてるみたいだ。続きましてクラウンのティム。ひょいひょいひょいっと。あのピエロ、玉の上でお手玉してるよ。まるで玉に足が張り付いてるみたいだな。それを言うなら投げてるボールもまるで手に吸い込まれてるみたいに見える。お次は猛獣使いのニックとライオンのレオ。行くよレオ。おお、輪をくぐった。よくあんなライオンを手なずけたな。ご来場ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。楽しかった。また見たい。やった、大成功だよ。これで今日の夕飯が食べられる。すごいじゃないかウィル。最近はブランコが壊れて練習もしてなかったのに。まるで魔法みたいに体が軽かったんです。ニックもあんな短期間でよく言うことを聞かせたな。それがこっちの言葉を分かってるみたいにすんなり芸をしてくれたんです。俺もバランスを取らなくても大玉から落ちることはなかったし、どこに投げてもボールが手に戻ってきた。まるで魔法みたいだね。あ、そろそろミルクの時間かな。そうか、きっとこの子は幸運の使者だったんだよ。この子が幸運を運んできてくれたんだ。まさか。でも確かにこの子が来た途端。ってことは本当に？間違いないよ。とにかくミルクをあげたらどうかな、ジョージ。今見るなら
断然ルミナスサーカス団だね。そうそう、本当に魔法みたいなんだよ。絶対に一度は見た方がいいって。本日のルミナスサーカスさんの当日券は完売です。見たかったのに。ルミナスサーカス団、あの潰れかけのオンボロサーカス団だ。見たまえ、公演依頼があちこちから来ているぞ。やはりこの子のおかげだな。これで明日食べるものに困ることもありませんね。ルミナスサーカス団も安泰ですよ。そううまくいけばいいけど。ジョージ、ビッグなゲストはもういいのか？もう必要ないよ。この子さえいれば全てうまくいくさ。本当にそれでいいのか？もちろん。ティム、君だってゲストに頼ることは反対してただろう。それはそうだけど、これじゃあ何も変わらない。ん？何か言ったかい？何でもない。よしよし、高い高い。あれ、赤ちゃんがいない？おかしいな。さっきまでここで寝てたはずだけど。どうしたのレオ？団長が連れて行ったのかな。レオの様子がおかしいよ。もしかしたら何かあったのかも。腹の具合でも悪いんじゃないのか？でもあっちの方にやたらとうなってるんだ。あっち？あそこの窓。誰だあいつ。赤ちゃん連れてるよ。え？まさか誘拐？どうしよう、急いで追いかけないと。あそこならブランコで渡った方が早い。こら待てー赤ちゃんを返せ。やっちゃえウィル。レオ、出口を塞いで。どうかしたのかね？何の騒ぎ？あ、団長、あそこに赤ちゃんを誘拐しようとしてるやつが。何？急いで捕まえよう。おとなしくしろ。くそ！逃げられてしまったか。でも赤ちゃんが無事でよかったですね。それにしても一体どうして赤ちゃんを誘拐しようとしたんだろう。もしかして赤ちゃんの父親とか？いや、あの顔どこかのサーカス団で見たことがある気がする。大方最近のうちの評判を聞いてこの子の秘密に感づいたんじゃないか？この子の秘密って、この子が幸運の子ってことかい？うん。ってことはまだ狙われるかもしれないってことですか？そりゃあ大儲けができると分かれば欲しがる人間がいてもおかしくない。大変じゃないですか。これからはもっと気をつけないと。赤ちゃんから目を離さないようにしないとですね、団長。団長？ああ、うん、そうだな、そうとも。
団長、そろそろ変わりますよ。少し寝てください。あとは俺たちが見てますから。ああ、うん。ウィル、ニック、最近のルミナスサーカス団をどう思うかね。どうって。いい感じなんじゃないですか。連日満員御礼でお客さんも喜んでくれてますし。うんうん。ニック、レオのことすまなかったね。いえ、レオのことは確かにショックでしたけど、しょうがありません。あのままだとレオの餌にも困るような状況でしたから。どうしたんですか団長、そんな顔して。ようやく昔のルミナスサーカス団みたいに盛り上がってきたんですよ。そうですよ。ビッグなゲストを呼んで一発逆転するんだって言ってたじゃないですか。結局ビッグなゲストには騙されちゃったけど、結果的にはその通りになったんですよ。そうだね。もう何も心配いりませんよ。たとえ練習しなくてもショーはうまくいきますし、お客さんも大喜びです。そうそう、この子さえいればルミナスサーカス団は安泰です。二人とも今夜は僕がこの子のことを見てるよ。明日のショーのために寝てくれたまえ。いいんですか。くれぐれも気をつけてくださいね。何かあったらすぐに呼んでください。事情は分かりました。お預かりいたします。よろしくお願いします。この子とあなたに神のご加護がありますように。ジョージ。ティム、どうしてここに。なんとなくそんな気がした。君の言った通りだったよ。何かに頼るなんて最初から間違ってたんだ。ティム、サーカス団に入った時のことを覚えてるかい？ああ、ジョージも俺もクラウン見習いで何一つ満足に芸もできなかった。あの頃は練習もショーも楽しくてしょうがなかった。毎日がお祭りみたいで、団員もお客さんもみんなが笑顔になれるサーカスが大好きだった。でもいつからだっただろう、お金のことばかり考えるようになって、あの子は普通に暮らしていた方が幸せになれる。危ないことにも巻き込まれずに済む。これでよかったんだ。団長が決めたことなら反対はしないよ。ありがとう、ティム。ウィルとニックは怒るかな。ジョージがルミナスサーカス団のことを考えてるのはみんな知ってる。ああ、大変です団長。動物たちが着ぐるみに。ブランコがボロボロだ。あれ、赤ちゃんはどこです？すまない、気づいたらいなくなっていたんだ。いなくなってたって。昨日の夜団長が見てるって言ったじゃないですか。すまない。急いで探しに行かないと。今さら無理だろ。そんな。引っ込め！金返せ！もう二度と来ないからな！
みんな今日は仕方がないよ。また明日気持ちを切り替えて。もうやめます。え？猛獣もいないのに芸なんてできません。俺もブランコがないなら飛べません。団長にもついていけません。失礼します。二人とも、これも当然の結果か。僕がルミナスサーカス団の最後の団長になるとは。皆様ご注目。続いては華麗なる空中ショー。あれはまさかあの先輩はもういないはず。お次は猛獣使いだ。おお、すごい。ジョージ、ティム、急いで小道具持ってこい。はい。そうだ、あの頃は何もできなかった。何一つ今と変わらない。最初からやり直せばいいんだ。ジョージ、そこにいるのか？ティム、見てくれ。あそこで昔の先輩たちが。昔の先輩？何の話だ？さっきそこで昔のルミナスサーカス団が。いや、なんでもない。ニックとウィルを呼んでくれないか。もう一度話がしたいんだ。今度サーカス団がこの町に来るんだって。あら、ずいぶん久しぶりね。10年ぶりくらいかしら。僕その頃はまだ生まれてない。そうね、ちょうどあなたが赤ちゃんの頃だもの。楽しみだな。魔法みたいなイリュージョンを見せてくれる大人気サーカス団だって。ねえ、サーカス団の車が来たよ。ほんと？見に行こう。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。実家に帰ってきた時に伝えます。そうでもしないとなかなか帰ってこないのだから。いつも娘が寂しがってるわ。以前はよく帰ってきていたのに。それだけここが楽しいのね。お願いします。それでは。おばあさま。感想なら家で伝えるわ。待ってください。これだけ。時計？懐中時計をいただいたお礼をまだしておりませんでした。
おじい様との思い出の品をありがとうございました。あれからどう修理しても動きませんでした。そう、処分するの？いいえ、たとえ動かなくてもこの時計には大切な思い出が詰まっています。おじい様の思い、おばあ様の思い、それからこの劇団でできた仲間たちの思い。時計としての役割は果たせないガラクタでも決していらないものではありません。私はそれをこの劇団で学びました。この時計のような自分をそのまま受け入れて愛してくれる場所です。大切になさい。はい。今日はありがとうございました。今おばあ様が笑ったよ。こんなことは10年に一度あるかないかの一大事だ。どうもありがとうだよ。みんなありがとう。またね。ありがとうございました。ありがとうございました。いい千秋楽でしたね。ああ、ミックス公演は冬組の舞台とも違う雰囲気があるな。新たな一面を見られて新鮮な感じがするね。アリスはいつも通り。役柄はアリス側らしいが団長らしく引っ張ってたんじゃないか。そうだね。この後打ち上げはするんですか？やるなら準備を手伝うぞ。ありがたいが手伝いは不要だよ。打ち上げはやらないのか？いや、会場の手配も準備もすでに済んでいるのだ。すごい豪華だね。貴族の集まるお屋敷のガーデンパーティーって感じで素敵だよね。劇団員全員が優に収まる中庭って相当広いな。さあ、今日は好きなだけ飲んで食べてくれたまえ。いただきます。いつも未熟者の孫がお世話になっているのですからお気になさらず。千秋楽の余韻に浸りながら飲むお酒はなんともかぐわしい。詩境が湧いてきたよ。5本ザワメククロニコスクランボーブルーンブルーブルーミン何かねエアリエル。彼女のお気に召さなかったようね。あなたもたまには俳句の一つでも読んでごらんなさい。私は型のない自由な詩が好きなのですが。本明かり消え花の香残る板の上というのはいかがでしょう。すごく素敵です。アリスの言ってる意味がわかるなんておかしい。どういう意味かね。そんなまともなものも作れるんだ。他の方も公演を終えて一句いかがかしら。
俳句って575ですよね。観客の笑顔はじけた千秋楽とか。すみません、字余りだし季語がないですよね。実に明るい句だ。はいはーい、次俺ね。雨あられカーテンコール気持ちいい。雨だけど明るい感じでいいですね。今梅雨じゃないけどな。それな。ムク君はどうかね。僕ですか？サーカスは客も役者も笑顔になるね。ムックンって感じ。俳句って人柄がよく出て面白いな。俺も俳句作る。三角の角は3つで三角だ。めっちゃ三角。ザ・ミスミだな。揺るぎない。だね。あれ、アリリンは？そういえばさっきから姿が見えないね。おまね様は少し酔いを覚ますと言って席を外されました。中庭にはいらっしゃると思いますが、探してまいりましょうか。お開きにするにも団長がいないと閉まらないですよね。少し酔いを覚ますつもりがこんなところまで来てしまっていたか。そろそろ戻らなくては。時計が動いた。壊れたと思ったのに奇跡だ。おじいさま。あれは、いや、まさか。誉れか。どうかしたのかい？お茶の準備ができたとおばあさまが。ありがとう。すぐに行こう。懐中時計また壊れたのですか？ああ、でももう治ったよ。最近は部品も少なくなってきて扱いが難しくなってきた。私の目も遠くなってきたし、この時計も私も年かな。もう30年以上か。あの絵が描かれたのもちょうどこの時計を買ったのと同じ頃なのだよ。あの絵はおばあさまとの大切な思い出なんだ。どんな思い出ですか？お前が大きくなって大切なものができたら教えてあげよう。消えた。今のは一体。酔って白チュームでも見たのだろうか。時計が止まっている。どこから夢だったのだ。やはり壊れたものは元には戻らないのだな。あーリリン。アリスさん、ここにいたんですね。いや、今しがた
不思議なことが起こったのだよ。幼い頃の私とおじいさまの姿が見えたのだ。すごいじゃん。うわー、まるで長寿みたいですね。本物の魔法だ。そうか、あれはこの懐中時計の魔法かもしれないな。この離れにも不思議な力が宿ってそうですよね。おじいさんの力かも。じゃあ全部ってことで、きっとさ、この懐中時計に込められたいろいろな人のいろいろな思いが魔法をかけてくれたんじゃない？ふむ、それは強力な魔法だね。これからもたくさんの思い出を作ろう、この時計と一緒に。きっとおじいさんも喜ぶよ。よし、それでは早速今から思い出作りをしよう。もう夜ですよ。何するんですか？おじいさまとおばあさまは今日という日を忘れないように絵を描いたそうなのだ。んじゃお絵描き大会だ。うむ。お絵描き大会ですか？楽しいよ、お絵描き大会。では早速画材を用意させよう。絵を描けるようにテーブルの準備しないとね。何の騒ぎです？どうせあの子がまた何か言い出したのでしょう。仕方がありませんね。酒井さん、誉れにあの懐中時計をあげてよかったわ。いえ、何でもありません。